りがとうございます。こんばんは。この私、緑川美沙がこのステージに立つ最後の夜でございまして、ただいまの踊りが最後の踊りでございました。ずいぶん長い間ここで私は踊った。汗を流したり涙を流したり、いろいろなことがございました。それを思うと、今踊りながらも悲しいような嬉しいような、胸がいっぱいになったのでございます。それにつけても、私のように貧しい者がとにもかくにもこうして勤めてこられましたのは、会員やお客様、あなた方のごひいきの賜物でございまして、このステージにお別れするにあたりまして、改めて心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。世の中は広うございます。ひとたびここから立ち去ってしまえば、私の姿など世の中と人々の間に飲まれてしまって、二度と再びあなた方の目には触れないかもしれません。しかし時には思い出してくださいまし。このような姿をした、このような声をした緑川美沙というこんな女がいたことを、その思い出していただくためと、何よりも長い間のごひいきのお礼の印に30分ばかり時間をいただいて、私一人のショーを務めさせていただきます。どうせお慰みでございます。失礼は前もってお詫び申しておきます。あなたの前にはおいしいお酒があります。あなたの横には美しい友達がおいでです。音楽も始めていただきましょう。
私としたことがついのぼせ上がってしまいました。泣いたり笑ったりの合いの手を入れていたのでは話の昼時はございません。バタバタと形容抜きの電報式に申しましょう。ごめんあそばせ。私は南の国の小さな城下町の生まれです。兄は大変真面目なきつい性質で、学生時代に左翼の運動に熱中し、警察に捕まって2年の刑を受けて、出てきた時にはすっかり胸を悪くしていて、それから3年寝て暮らした末に戦争が始まって間もなく死にました。兄は私を心から可愛がってくれました。それも普通の可愛がり方ではありません。病気に倒れてもう命の長くないことを知っているために、自分の生かし得なかった意志を生かしてくれるものに妹の私をなそうとして、大急ぎに慌てて一生懸命に何もかも一緒くたにつぎ込みにかかります。兄の身と私の行く末を心配して、はらはらとただ眺めるだけの母をよそに、女学生の私を教えしかり言い含めます。思想の組み立ては私によくは分からなかった。しかし思想の土台になっている考えは分かるような気がしたのです。それにそのような思想家として兄は本物でした。今でもそう思います。それだけは小さい私にも分かりました。それが私を動かしました。眠ったような南の国の城下町に3人が体を寄せて温め合いながらの暮らしが流れ、私の17歳の春の暮れに東京に行けと兄が言い出したのです。それにはまず私自身がしばらく前から母と兄とのそのような暮らしに不足は感じないながら、なんとなく自分には見るべき世界がもっともっとあるような気がしていた。それは幼い少女のあてもない憧れ心と、兄が私のうちにかきたてた人と生まれたからには自分のためにも人のためにも何かのことをしなければならないという気持ちとの一緒になったものでした。兄は兄で前に言った自分の跡継ぎを私にさせる気があります。それには東京だ。その頃世界のありさまも暗い不気味な嵐の前触れの中にあって、押さえつけてくる黒い雲は熱い。このままここにいるならば、せっかく燃え出ようとしている若い命の芽は押しつぶされ、踏みにじられて泥に埋まる。一日も早く今のうちに風が激しくなってもその中に立って吹き倒されないでいられるほどのものにはなしておかねば。それには東京だ。兄はそう思ったのです。幸い東京には兄の高校時代の先輩で思想的にも兄を導いてくださった山田先生がいて、一切を引き受けてくれると言います。母は私が東京へ立つ前の晩に裏の座敷で膝と膝とを突き合わせるように座らせて、男であれ女であれ、人間はいつでもどこででも初一年を忘れてはなりません。何でもよいからあなたが本当にしたいと思うことをやりなさい。戦争はひどくなります。こんな中で東京で勉強するのだから、その覚悟でしっかりやらねばなりませんよ。兄さんと私のことは心配いりません。一番大事なことはミサオです。一旦こうと思い決めて始めたことは、どんなことがあってもやり遂げる。それが真人間のすることです。忘れないよう、お母さんがあなたにお礼をあげます。そう言って母は懐刀を一振りくれました。母が父のもとに嫁入りするときに母の母からもらったもので、母は母らしい古めかしいことをするものだと少し滑稽なように思っただけです。
その時の母の悲しそうな涙の枯れた目を思い出したのはずっと後になってからです。国を立つ時には母も私も泣きました。私の方が余計に泣きました。甘い涙がおかしいくらいに出たのです。兄だけは寝ながらニコニコと嬉しそうに笑いました。東京。良いものは追いやられ、抑え伏せられ、自由はほとんど残っていない。今後ますますひどくなろう。しかし絶望というものは我々の行く手には存在しない。仕事は牢獄の中にだってある。それを忘れないように。希望を持ちなさい、美佐子。山田さんは今でも学生の先頭に立って我々を導いてくれた山田さんだ。お前は山田さんのところにいられて幸福だ。山田さんに教えてもらい、それを守り見習いなさい。そして懸命に学び、正直に考えなさい。かわいそうに、かわいそうに。
うちに気がつくと、初めのうちは兄と同じことをおっしゃっていた先生が、兄が言ったことのないことをおっしゃり始めた。いつ頃からだか分かりません。どの辺からだか気がつきません。少しずつ少しずつ兄の言わなかったようなことが出てきます。はじめ私にはそんなことはよく分かりませんでしたし、そういう理想のつながり方も飲み込めなかったのですが、先生の話を聞くと分かったような気がします。兄が私にそんなことを教えてくれなかったのは、田舎で寝ている間に兄が遅れてしまったのだ。それを先生たちが育て上げ前進させている。その道を私が進むことは、つまり兄の考えを受け継ぎ、兄の分まで一緒に生かしていくことになるのだ。兄さん、今に見てちょうだい。そう思い、燃え立ちながら貪るように勉強したのです。時代の波の激しさも私たちを打ち叩きして、それはただの勉強というにはあまりにひたむきな体ごとのぶつかり方でした。愚かといえば愚かです。しかし誰が愚かでなかったでしょう。田舎での20にならぬ娘でした。理解はせずにただ飲み込んだのです。私が悪い。私に責任があります。しかし私の何が悪いのでしょうか。では山田先生が悪いのか。しかし先生に悪意はありません。先生は誠実に本気になって自分の信じているところを私につぎ込んだだけです。そうです。山田先生は転校者でした。兄と同じ頃に捕まって脅かされて、自分の主義をだんだんに崩していった。それがいつの間にか、それまでの左翼の理論では割り切れないものをひしひしと感じ出して、この民族の生ける一人として自分の血はあらゆる理論に優先すると知ったあの時から、先生はそれまでの受け身の態度を投げ捨てて、正直に腹の底から戦った。それを私は信じます。先生はその時本物だったのです。先生が信念を持って立っている姿は美しかった。私たちは打ち仰ぎ惹かれていった。しかし先生の全体主義の思想は、左翼の理論の上に咲いた狂い花だった。木に竹を継いだものだった。そして先生と私たちとの違いは、先生にはそれがそうだと分かっていた。私たちには分かっていなかった。だから飲みに飲んだ私たちは、若い者の貪欲と純粋さで信じきった私たちは、私たちと言いますのは、まず私と哲夫さんのことです。哲夫さんは学生でしたが、兄さんの山田先生と違って鎮鬱なくらいに控えめな人柄でありながら、国の運命を深く心配していて、口には言いませんが、その頃から国民が命ずるままに自分一身をよかれあしかれ日本の運命の最前線に投じたいと思っていたようです。言わないけれど私には分かりました。なぜ分かったのだろう。そうなんです。ただ私にはそれが分かっただけで、なぜ分かったのか気がつかなかった。またどうして気づくことができたでしょう。一緒の家に住んだのは半年ばかりの間で、話といえば堅苦しい思想のことや社会のことや時勢のこと、ただの雑談を交わしたことは数えるほどしかありません。それよりもこの私の若さです。若さは強く一方の方へばかり傾けば傾いていくほど、つぼみは固く厳しく引き締まり、外に開くのを忘れたようになっていた。いえいえ、外に開きたい無意識の本能が強ければ強いほど、内へ内へと激しく引き締まっていく。たった一度こんなことがありました。
研究会であの人が珍しくものを言い始め、それが山田先生の意見と対立して、先生も怒り出して、激しい議論が続きました。あの人も興奮のために普段から青白い顔を真っ青にして燃えるような目で立っている。すると不意にちらりとあの人の目に、それまであの人の目にも他の人の目にもついぞ私の見たことのないような不思議な恐ろしいような、それでいて優しい色がさして、涙がうっすりとにじんできて、美佐子さん、僕はと低い声で言いかけ、しかしそれだけを言っただけで、あとしばらくその目で私を見ていてから、私の脇をすり抜けて向こうへ行ってしまった。今までの私にはまるで馴染みのないものが私の中にぐいっと押し込んできた。そしてそれっきりでした。その前から私は夜の学校の傍ら G という新劇団に入って勉強を始めました。そのため山田家を出て劇団の先輩の女優の方の部屋に住むことになったのです。山田先生から吹き込まれた理屈を実際に実践するのはここだとばかり夢中になって芝居をしたのです。芝居というのは妙なものです。役者というのはおかしなものです。というより、この人間の体というのがもともとおかしな変なものかもしれません。体は一人で動き出す。頭の言うことを聞かなくなる時がある。逆に頭を引きずっていってしまう時がある。だから体は楽しく恐ろしくやめられない。だから芝居は楽しく恐ろしくやめられない。役者はみんな少しずつバカです。バカでなければやれません。私もバカです。バカでした。それまでに蓄えられた若い命のありたけの力を一度にどっとたぎり立たせて芝居をしたのです。やっと私のつぼみは舞台の上で開きました。芝居で初めて私の体と心に火がついて燃え出した。つぼみが開く姿が美しいものならば、私は美しかったのかもしれません。心と体の燃えるのが幸福だというのならば、私は花開き燃え上がり幸福だったのです。芝居のたびに哲夫さんは見に来てくれます。見に来てもただ見るだけで言葉もかけず、ただ遠くから私を見て軽く頭を下げただけで帰るのです。あの人が私の芝居を見に来るのが何のためだか私には分かりませんけれど、分かるような気もします。それでもつまりが分からないなりに嬉しいのです。自分でも知らぬ間に私は時々哲夫さん一人のために芝居をしたことに後で気づいて、楽屋の鏡の中で真っ赤になったことがある。そうしては研究会の日が来ると真面目にこわばった心で、そのくせいそいそとしながら出かけていっては、哲夫さんと目が合うと両方で怒ったようにじっと見合っていて、やがて話し手の方を向いてしまう。まったく生き物は本当に愛し合うとなんとおかしなことをし合うのでしょう。相手を抱こうとして一番遠くへ跳ね飛んだり、相手にキスをしようとして相手を食い殺してしまったり、それが証拠に恋の最中の男と女の姿は互いに憎み合って戦っている姿に一番似るのです。こうやってこうしてこうなってそしてあの人と私はこんな目をして互いに見合ったのです。
あ、ご退屈こんな話。長々と語られる他人の身の上話です。ご退屈に違いありません。なんならこの辺で思い切ったお芝居をしてみましょうか。それにはそうです、こんなものも持っていないわけではございません。こういうものもありますの。ごめんあそばせ、冗談ですの。さて急ぎます。音楽をどうぞ。アレグロビバーチェ。母は薄暗い家に一人で残された。慌ただしい時代の波風は私が兄の死に会いに行くことも許さなかった。しみじみとその悲しみを味わっているいとまもなかった。私の胸の内の兄の席は空虚になったが、それだけにその分までも先生に向けて私は先生を崇拝し愛した。世の中も男も知らぬ一本気の熱情だけは人一倍に激しい19歳の女が心から人を尊敬するのに、その人を愛さないでいられようか。私は真面目に心の内で山田先生にまさかのことがあるときは身を盾にして守る気になっていた。哲夫さんはすでに数ヶ月後には学徒出陣として先生に立つことが決まった。その後も哲夫さんと私との関係は一部一厘も進みはしなかった。それにもう
戦況が進むにつれて国内のありさまは車輪のように慌ただしく、私の劇団の活動もやれなくなってきていたし、飛行機工場の特別女子挺身隊員として通勤するようになり、1週2回研究会で顔を合わせるだけで、その度に哲夫さんの私を見つめる目つきはますます突き刺すようになるだけで、それが私には怖いような憎らしいような、そしてどこかで幸せなような気持ちがしながらも、ただビシビシと日が過ぎた。なんという日が過ぎたことだろう。なんという。そして空襲が始まった。爆音と炸裂と火と死。人々は明日のことを考えることができなくなり、命も暮らしも今の24時間だけのことになり、やがてそれは1時間だけのことになって、人は次の1時間のことを考える必要がなくなった。5人、10人、30人と怪我をしたり死んでいく。歯を食いしばって私たちは昨日死んだ仲間の肉片のこびりついた工具のハンドルにしがみついた。目が過労のために時々かすむ。すると額の目の上のところがギリギリギリと痛んで吐きたくなる。すると兵士たちのことを思う。母のことを思う。兄のことを思う。山田先生の言葉が耳の内で鳴る。我々が東洋を確保し、世界を平和に導くためには、今となってはもう前へ前へと戦い抜く以外に道はない。そうだ、道はない。私の目は充血したままはっきりする。ダダダダダダ、グワーンと音がして、次の瞬間には私ごとぐんと跳ね上がり、近くで爆弾が落ちたことを知った時には、窓のガラスは全部吹き飛び、近くで負傷者がうめいていた。そういう毎日の中で、私たちは日付を忘れた。その頃のちょうど昼の休憩時間に、哲夫さんが私を訪ねてきた。そんなことは初めてのことなので、変に思って門営のところへ行くと、あの人はいつもの学生服で珍しく明るい微笑で立っていた。二人は校内を塀に沿ってゆっくりと歩く。何かご用と私は言ったが、哲夫さんが用事できたのだとは思っていない。あの人も何も答えず、晴れた空の下をゆっくりと歩く。そのうちにあの人がポケットから小さな写真を出してみせた。地劇団の人からでも手に入れたのか、舞台写真から私の姿だけを消え抜いたものだ。どうなさるの、そんなものと私が言うと、あの人はふんと言って、それと私の顔を見比べてから写真をポケットにしまい込んだ。それからまたしばらく歩いているうちに、不意に私は分かった。ああ、いよいよ入隊なさるのね。うん、明日。そうか、そうだったのか。明るい明るい、透き通るようなあの人の顔。そこへ出し抜けにサイレンが鳴り渡り、警戒警報なしのいきなり空襲。あっと思った時には空一面が爆音で鳴りはためき、キャーンと迫る小型機の機銃の弾が砂煙を上げる。防空壕に飛び込むと同時にドドドドッと至近弾の音とも振動とも言えない落下。二人は階段の下の暗いところに折り重なって転げ落ちて、そのまま死んだようになっていた。どれくらいの間そうしていたのか、時間はピタリと止まってしまっていた。気がつくとあの人は倒れたままで、私の体をこんな風にしっかりと抱きかかえ、私の耳の後ろのこの
襟筋にぴたりと唇をつけている。空襲はまだ続き、空にはためく爆音と高射砲の響きと揺れ動く地上のうなりは遠くなり、また近くなる。その中であの人の声が初めて聞く、細やかな思いを込めてささやく。美佐子さん、僕は明日行く。国民のために戦う。あなたのために戦う。それは僕の望むところだ。そのために僕の身がどうなろうと僕は悔いない。僕は嬉しいんだ。しかし美佐子さん、今恥ずかしいことをたった一言だけ言います。今までこんな気持ちになったことはありません。たった今急に起きた気持ちなんだ。こんなことを聞けば、兄さんは僕を軽蔑するに違いない。あなたも軽蔑するに違いない。軽蔑されてもよい。言わないではおられないのだ。美佐子さん、僕は死にたくない。それだけでした。二人の間にそれ以上のことは何も起きず、空襲は終わり、二人は別れ、次の日にあの人は入隊した。私は見送りにも行かなかった。私が一日でも半日でも部署を離れれば、それだけ能率が落ちる。能率が落ちれば、出撃を待っている味方の戦闘機の装備がそれだけ遅れる。自分一人の理由で部署を離れてはならない。かわいそうな、かわいそうな美佐子。バカな、バカな、哀れな美佐子。そして死んだ、あの人は。あっけないと言ってもあっけない。それから2月とたたぬ間に南方の基地へ運ばれていく船が機銃の掃射を食らった時に撃たれて死んだ。その広報を握って山田先生が直々に来てくださった。忘れもしない、その時の空襲警報発令中の人気のない応接室の片隅で、いつも通りの静かな顔で。私の耳にはその時哲夫さんの声が聞こえていた。美佐子さん、僕は死にたくない。ちとよって先生が私を抱いた。気が遠くなり、私は倒れかけたようだ。そうでなくても仕事の過労と栄養不良のために弱りきっていた私は立っておれなかった。檻から轟き始めた高射砲の音にじっと耳を澄ましながら、先生は私の体をぐっと抱きしめて、ねえ美佐子くん、忘れまい。いつになっても忘れないでいよう。何が哲夫を殺したかを、何が我々からあれを奪ったかを。哲夫さんのような気がした。哲夫さんの匂いがした。生臭い匂いの中で私の父と腹と腰が先生の胸と腹と腰にぴったりと押し付けられて、ちっとりと冷たい汗のようなものを流し、最初の男を感じていた。見も聞きもせぬ無感覚の中で初めて男に全部を任せていた。女の体の悲しさと汚らしさ、開かねばならぬ時には開かないで、開いてはならぬ、開いても仕方のない、
自分でも知らぬうちに開く花か。哲夫さん選手の法を受けたばかりのあの空襲の最中に、浅ましい。いやいや、浅ましいと思ったのはずっと後だ。その時はただ先生の腕の中で哲夫さんに抱かれていた。他に言いようがない。そうだ、先生の腕の中で哲夫さんに抱かれていた。おかしなおかしなおかしなこと。さあ、それからの4月余り、私は気が違ったように働いた。いつ起き出していつ眠っていつ食べたか、何も感じず何も考えず、空襲はますます激しくなって工場は吹き飛び人々は死ぬ。私の血走って座ってしまった目の前にはいつでも哲夫さんが来て座って、待っていろ待っていろとばかりあの人の敵を討つような気で働いた。そうだ、本当に私は気が違っていた。死も生も爆弾も血も全ては私をすでに脅かさなかった。私は白熱しきって凍りついてしまった炎であった。そこへ終戦が来る。終戦、世間では終戦という。日本語のおかしさと、そんな日本語を使って自分の神経をごまかしている日本人、恥じるがよい。それは敗戦であり降伏だ。その次の日から私は寝込んでしまった。一緒に住んでいた先輩の女優はずっと以前に遠い田舎に疎開していて、一人きりのガランと何もないアパートの部屋に泥のようにこんこんと私は眠った。病気ではない、ただの疲れでもない。だけどどんな病気よりもどんな疲れよりも重くのしかかってくるものに押しつぶされて、私の日々はうつらうつらとただ白い紙のように過ぎた。だから戦争が終わって三月経った秋の末に、私が山田先生の家を訪ねて行ったのにも格別の目的があるわけではなかった。抜け殻のようになった自分の体をなんとなくそこへ運んでいってみたというだけ。山田家の空気は以前とちっとも変わらない。奥さんも子供さんも前と同じに明るく人懐っこい。先生の書斎へ通されると先生は笑って振り向いて、美佐子くんか、どうしていた、なんだか顔色が悪いがどうかしたの。はあ、いいえ別にと私が答えると、先生は深くも問いかけず、そこに前から来ていた 4,5 人の客の話の中へ戻られた。見回すと書斎も以前と同じだし、来客たちの様子も以前の研究会に似ている。ただそこには哲夫さんがいなくなっただけだ。妙な気がした。私は何か夢を見ていたのだろうか。気が遠くなるような気持ちで私は先生と来客たちの話に耳をなぶらせていた。そのうちに私にだんだん分かってきたことは、すべてが以前と全く同じでありながらすっかり変わってしまったということだ。死んだ兄を思い出した。死んだ兄の言っていたことを思い出した。全部いっぺんに分かってきた。この人たちは左翼の人たちだ。
すると先生は、山田先生は、いや、先生はもともと左翼だったのだ。すると、しかし、だから戦争中は右翼に行って、それがしかし左翼なのだから。けど今度はこうして左翼になって、次第に私の体の中で渦のようなものが巡り始めて、静かに静かにめまいが襲ってきて、自分がどこにいるかわからなくなった。バラバラバラと私の中で飛び散って、壊れ、流れ、抜け落ちていくものがある。とどめを刺されて、やふんと息の絶えたものがある。それを見ていた。私はそれを見ていた。私はめまいをこらえながら、先生たちに黙ってお辞儀をして玄関に出て、ヨレヨレの運動靴を履いて外に出た。歩きながら私は何にも考えていたのではない。また何かを感じていたのでもない。遠い遠いところを歩いているような、スーッと穏やかなような、寂しいような、どこにも何の触りもないような気持ちがした。私の前を横切ろうとした犬が一匹、私の顔を見上げて、怪げそうな、怯えたような顔をして、小走りにこそこそと向こうへ行った。川の縁に出た。水の流れの方向にスタスタと歩いた。その川はこれまでにたくさんの人の命を飲んだ川。そうだ、あの時私も飛び込んでもよかった。しかし不思議なことに、その時はそんなことは考えつきもしなかった。生きるとか死ぬとかの、もっとずっと向こうの方へ歩いていた。川も私も何も考えない、何も感じない。水がだんだん暗くなってくる。私の姿もだんだん黒くなってくる。おい君、どうしたんだ。声に振り向くと、ヨレヨレの福音服と赤づいて青黒い顔色で明らかに復員したばかりの男だ。病気かねという。答える気にもならずまた歩き出すと、男は後ろからゆっくりとついてきながら、そんなにひょろひょろして歩いてると倒れて川へ落っこちるぜ。それに私は答えなかった。余計なお世話だと思っている。男は別に怒った風でもなく、またそれ以上慣れ慣れしく近づいてくる様子もない。野良犬の後ろから野良犬が歩くように、無関心に、ただなんとなく同じ方向へ歩いていく。よかったらこれ食わないかと言って、コッペパンを一つ鼻の先に突き出した。ムカッと嘔吐を感じてそれを睨んでいると、男はふふふと笑って、遠慮しないでいいよ。これ食ったからって代をくれとは言わん。ひもじい時は誰だって同じこったもんな。第一こいつは俺にしたってかっぱらってきたもんだ。恩に着なくたっていいよ。お互いに敗戦国のルンペンじゃねえか。しかし無理に食ってくれと言うんじゃない。嫌かねと言ってパンを引っ込めそうにした。その時どうしたわけか、私は手を出してさらうようにしてコッペパンをつかみ取ると、黙っていきなりそれにかぶりついて食べ始めた。味も何にもないゴリゴリのパンを。男は別に笑いもせず、自分も自分のパンをかみかみ歩き、そうして二人は暗くなった街中に入った。その夜の私はドロドロに疲れ果て、ある盛り場のガードのそばの掘ったて小屋に泊まった。男が無理に誘ったからではない。ただ
行くところがなければ止まんなよというだけ。そして私はアパートへはもう帰りたくなかった。そして男と一緒に寝て、何の喜びも何の悲しみもなく体を彼に与えた。彼がそれを要求したのでもなく、私が求めたのでもない。綿のようにくたびれ切った2匹の犬が体を寄せて寝たというだけ。何かが少し傷んだだけで快感はみじんもなかった。男もそうではなかったか。彼は5分の後にはスースーと眠ってしまい、そうして翌朝私が目を覚ましてみると、残りのコッペパンを一つと金を60円、私の枕元に置いていなくなっていた。それきりあの男は私から消えてしまった。その次の夜から私はそのガードの下に立った。男が寄ってくる時もあれば来ない時もある。焼け跡の草むらに導いていきなりねじ倒す男もいる。金をくれる男もあればくれない男もある。中には前の男のくれた金をそっくり奪っていく男もあった。すべては私にとってどうでもよかった。頭が完全にしびれたようになっている。頭の中が壊れてしまって何にも考えられなかった。おかしなことに、そうして2ヶ月ばかりいろんな男たちの相手をしている間に、どの男にもまるで興味は持っていないくせに、ほんの少しずつだけれど私の体が喜びを知ってきたことだ。女の体というものの下劣さ、いえ、人間の肉体というものの汚さ。しかしそれもどうでもよいことだ。だからそれから間もなくして私が裸レビューの踊り子になったのもすべてが偶然で、なろうと思ってなったのではない。ガードの下で会った男たちの一人にアルコール中毒のレビューの男ダンサー崩れがいて、私の体をつくづくと見てダンサーになることを勧めて、いきなりレビュー小屋のマネージャーのところへ連れて行った。ダンサー崩れのアルコール男は私のことを天才だと言って目の色を変えて世話を焼き、手を取るようにして踊りを教える。その教え方といったら、どんな舞踊の教科書にも書いてない、どんな教師も教えない。第一に、人間の前で踊ると思うな。男の下腹部の前で踊れ。いや、踊ってはいけない。自分の裸を、ただ男のペニスを狙って動かせ。それだけが古往今来ダンスというものの本質だ。私は踊った。美月の後にはそれで結構一人前のソロダンサーになっていた。私の暮らしは楽になり、母にも金が送れるようになり、あちらこちらパトロンがついて、気が向けばあのパトロンやこの客とホテルに泊まり温泉に遠出する。間もなくレビュー小屋の勤めはやめて、ここのクラブのソロダンサーに契約し、決まった仕事はそれだけで、あとは好き勝手に飛び歩く。気がついた時には私というものは、表はダンサーの実は高級 P になっていた。いいえ、それを後悔する気などこっから先も起きなかった。格別の喜びも感じはせぬが、歯を食いしばって意地になったり深刻ぶって無理をする気はみじんもない。ただずるずると何も思わず
ずるずるとドブ泥の一番底に沈んでいき、沈んだ自分を自分で踏みにじりたかっただけ。とうとう言ってしまいました。あなた方の前で趣味の悪い、言うまいと思っていたのに、つい言ってしまいました。そうなんです。そのままでいけば全てがそれで過ぎたでしょう。信仰なりきんか何かを選んで結婚でもするか2号になるか、案外に普通に幸福に身の収まりをつけていたかもしれません。なぜならそうしていても哲夫さんのことも兄のことも先生のこともめったに思い出しもしなかった。ですからそれから半年余り過ぎて、何の気はなく通りかかったある左翼関係の講演会に山田先生の名を見つけ出して、それを聞いてみる気にひょいとなりさえしなければ、こういうことにはならなかった。悔やんでよいか、喜んでよいか、悲しんでよいか。いまだに私にはわからない。切符を買って中に入ると共産党の人が喋っていて、それが済むと山田先生が出る。久しぶりの先生の顔はつやつやと輝いていて、懐かしいような恨めしいような。前の人の背中の陰に隠れるように身を縮め、私はドキドキと先生を仰ぎ眺めてばかりいて、初めの間は先生の話がわからなかった。そのうちにだんだん分かってきた。先生らしく一方で学者としての冷静な数字を上げながら、それでいて美しい詩の朗読でも聞くように人を増したせて、一方の方を引きずっていくところがあった。先生はすでに疑いようのない左翼の理論家で、テキパキと確信に満ちていた。私にはそれが分かった。思えば久しくこんなような言葉を聞かなかった。聞きながら私は死んだ兄の顔をまざまざと思い出していた。兄さん、兄さん、懐かしい、かわいそうな兄さん。あなたが昔私に教えてくれたので、今私は山田先生の話を理解することができるのです。そしてそれは私の幸福ですか、不幸ですか。兄さん、私は泣きたくなります。そのうちに哲夫さんの目が私に近づいた。山田先生の声のうちに哲夫さんの声を聞いた。かわいそうな恋しい哲夫さん。私は今こういう心とこういう体になってあなたの兄さんの講演を聞いています。あなたは戦争中の兄さんの理論に引きずられ、信じきり悔いを知らずに出征し、そして今あなたの骨はどこかの海の底の岩陰に横たわっているの。何か言うことがあった哲夫さん。カタカタカタと骨と骨とを打ち合わせて私たちの前に踊り出ていらっしゃい。こうなった私と喋り立てているあなたの兄さんの前に。ちきしょう。憎しみがギリギリと憎しみが腹の底から突き上げてくる。人も自分も真っ黒になり、ドクンドクンと胸いっぱいに脈を打ち、耳が聞こえず目が見えなくなったまま、どれくらいの間私は座っていたのだろう。気がつくとそこら一面息苦しく、私は息がつけなくなり窒息しかけていた。
山田先生の声はまだ続いている。助けてください。空気が欠乏してくる。兄さん、哲夫さん、助けてください。そうだ、お前さんと一緒の空気を吸っているわけにはいかないんだ。私はお前さんと一緒に呼吸してはおれないのだ。私はお前さんが生きている世の中で私は生きておれない。私は死ぬのはまだ嫌だ。お前が死ね。そして私はあの男を殺す気になっていたのです。それから1週間、考えに考え抜いた。まず人を殺すのは悪いぞと思った。しかし悪い？何が悪いの？牛を殺して食って悪いかしら。いや、人間は牛ではない。悪いとも。だけど悪くたってそれがどうしたの？良い悪いが私にとって人ではない。この私にとって良い悪いが何かしら。悪いことは知っている。知っていても山田先生、お前さんは生かしておけないのだ。しかし見てよ、こんな風にあの男を憎んでいる私の憎しみそのものが間違ったところから生まれたものではないだろうか。山田先生が私に対して何か悪いことでもしたのか。あの人は誠実だ、正直だ、善良だ。戦争中に右翼に行って戦争に協力し、私や哲夫さんやたくさんの国民を戦争に向かって煽り立てたことにしても、あの人だけに罪があろうか。煽り立てられた私たちにも半分は責任がある。いや、私たちのだらしのなさがあんな指導者を生み出したのだ。敗戦後、信ずべきものの一切を失い、錯乱し虚脱して、こうして堕落の淵に沈んだのも全ては私がダメだったからだ。全ては私一人の責任だ。あの人を咎める資格は私にはない。咎めるならば私は私自らを咎めなければならぬ。そうだ、それはそうだ。分かっている、知っている。どんなにそれは知っていても私はお前さんを生かしておけないのだ。だけど待て、こんなことをしても何になるのだ。そうすれば哲夫さんが生き返ってくるのか。また世の中のためにでもなるのか。バカなことはやめればいい。考え方や生き方の時々変わらぬ人がどこにいるのだ。人間は変わる、弱い、間違いやすい。しかし美佐子、あの男の昔と今の思想そのものがどんな風に間違ったものを含んでいるのか。問題は本当はそこにあるのではないのか。そうだ、しかし私はあの男の昔の思想と今の思想を知っている。少なくともあるところまでは知っている。しかし私にはそんな思想の中身はどうでもよい。ただこの私、緑川美沙という一人の腐れ女が、ただあの男、山田教授という一人の男とは一緒に生きておれない。あの男を尊敬し、信じ、愛した気持ちの高さと同じだけの深さで
今あの男を軽蔑し憎み呪っているということだ。どんな理屈を持ってきても、どんな理由を持ってきても、俺はドカンと私のうちに目を下ろしてしまって動かない。もう仕方がない。母からもらった短剣を出してみた。つけば心臓を貫いて余りがあろう。青く澄んだ歯の奥に私の顔が映っている。そこから覗いている目は冷たく、静かに私の方を見ている。お母さん、あなたのくれた懐刀で私は人を刺すのです。許してください。あなたは一番大事なものはミサオだと言ってこれを私にくれました。その翌日からお前さんを私はつけ始めた。やれ学校だ、講演会だでほとんど毎日外出する。3日に一度は夜になる。私が狙うのはその夜だ。闇の中を1、2歩の後ろに迫ってもお前は気がつかぬ。暗い町の四つ角のあたりで夜に怯えて帰りを急ぐ女学生か女事務員のように、お前の脇をすれすれに小走りに通り過ぎた女が幾人もいたことに気がついたの？このぐらい伝統の光の届かぬ駅の隅で連れの男と熱心に何かを話しているお前の背後にしょんぼりと立っていたくたびれたダンサーか女給が目につかなかったの？逃げてみろ、あがいてみろ、自由に好き勝手にどんなことでも考えてみるがよい。どんなことでもしてみるがよい。ピストルを用意してもよいし、神に祈ってもよい。みんなこの私の手のひらのうちだよ。美月になっても私がお前に手を下ろさないのは、お前を殺そうと思った自分の気持ちがほんの一時のものかどうか試したかった。殺してしまってからどんな意味ででもどんなかすかにでも自分が後悔しないか、そんなことを短剣をお前の背中に擬しながら自分で自分に考えさせてみたかったからだ。それはない。頼りないほどそれはなかった。それが証拠に、お前を殺すことに決めた時から私は食べるものが酒の味も美味しくなった。踊るのも歌うのも上手になったし、男たちの腕の中でも燃え方が強くなった。女の体が生まれて初めて薄き走って震え出して思わず低く叫んだために、その夜の男は喜んで私にルビーの指輪をくれたのが、私が初めてお前をつけて短剣をお前の背中に構えてみた晩だ。虫けらをひねりつぶすように私はお前をやれるだろう。そうして三月の間、お前の後をつけて歩いているうちに私はおかしなことに気がついた。お前が外出する10度に1度くらいの割合で月に1度か2度、その日の用事を足した後で妙にお前がそわそわと落ち着きを失って歩きながらもキョロキョロとあちらを見たりこちらを見たりしているかと思うと、不意に自動車などに飛び乗ってそれきりどこへ行ったかわからなくなることがある。はじめ私は急に何かの用を思い出してそこへ行くのだろうと思った。それにしてはなぜあんなにそわそわするのだろうとも思ったが、一度偶然にそういう時のお前をつけてみる気になって、行き着いたところは
表から見れば古いビルディングだが、内部は空襲で壊れたままにガタガタと王宮に仕切って作ったアパートだった。お前はキョロキョロと前後を見回してからこそこそとその建物に入っていき、1階の廊下の突き当たりのドアをノックしてから中に消えた。それを見すまして私はすぐに入っていき、ドアの脇を見ると5号室とあって、私はしばらくそこに立っていてからゆっくり歩んで帰りかけたが、その時表からそこに住む人らしい人が入ってきた。とっさにどうしようと私は迷ったが、落ち着いた歩き方で階段を上った。人が見れば2階に住んでいる誰かを訪ねてきた客に見えよう。上り詰めると踊り場の脇の壁が焼夷弾でも受けた跡かぽっかりと口を開けて、申し訳に 2,3 枚の板が打ちつけてあるだけ。透かしてみるとその奥は真っ暗で天井裏になっているらしい。位置の関係からそれが今見た下の5号室の天井裏になっているようだ。その穴に潜り込んで見知りとも音もせぬように用心に用心しながら天井裏の横木を探って息を殺して、こうやってしゃがみ込み、下からの光でポッと明るい天井の隙間から下を見る。思った通りに5号室らしいが、いきなりぎょっとする間近さでいぎたなく着物の裾をちらほらと股の辺まで覗かせたまま、こうやって若い女が眠っている姿。顔はあまり美しくはないが太り獅子ののびのびとした良い体。吸い付くように息を殺して覗いている私の目の下で、お前が最初に何をしたか。目をこすりながらまだ横になった女のここからも見える薄汚れた足の裏の土踏まずのところへいきなり顔を持っていき、鼻を膨らませてキスをした。すると女がどたりとその足を脇にやって、あんた金持ってきてくれた？うんとお前は言って、またその足にキスした。びっくりして私は声を立てそうになった。お前は不意に気が狂ったのか？それともそれは実はお前ではないのか？しかしそれから起こったことの全てはさらに意外なことばかりだった。とは言っても格別多くのことが起きたわけではないし、珍しいことが起きたのでもない。世の中の男と女の間にいつもあることがあっただけという他に術のないことで、私のような暮らしの女には今さら珍しくも何ともない。言ってみれば大昔から退屈なバカの仕事。しかしなぜだろう。私は下の部屋を覗きながら次から次とびっくりして、何が何やら分からなくなり固唾を飲んでいた。お前と女とのことは1年ばかり前からのもので、今では女は飽きて冷たくなったのをお前の方で泣くように頼んでどっさり金をくれるので、女はしぶしぶ相手になっているだけ。そんなことがすぐに分かってきた。女一人の暮らしが立たないから男を作ったというのでもない。ただ動物のように陰頭な女らしい。そのくせ足の裏や襟足などに赤をためても気にも留めない無神経さで、男の下で白い体を鞭のように反らせながらも実は何の喜びも感じていないことは私にはわかる。不干渉だ。ただ腰だけはよく動く波のうねりだ。私にわかるのと同じように男にも女が喜びを感じていないことがわかる。わかればわかるほど拷問のような波のうねりに乗せられて、ねえ待ってくれ、頼むから
し、しまいにはヒュンヒュンヒューンと子犬のように泣き出して、終わりになっても女はどたりと横ざまに寝返っただけで、白い脂肪にてらりと薄光りした小山のような腰の前でいっぺんに空っぽになり、だらりと小さくしぼんだ腰をそのままに、開かなかった女の花が恨めしく腹を立てて、バラバラの白地のような目でポカンと壁の方を見ているお前の口の旗に白いあぶくになってよだれが垂れていたのだよ。それにお前は気がつかなかった。山田先生。いや、本当にそれは山田先生なの？こんな女をこんな意味でこんな風に好きになったの？こんな女よりずっと美しい奥さんがあるのに、それともお前はずっと前からこうなのか？ふらふらとめまいがするようで、私はとても気分が悪くなり、そのままそっと穴を抜け出して自分の部屋に帰ってしまい、次の日はクラブを休んで一日ベッドで寝て過ごした。あれは何だろう。あの男をあんなになしているのは何だろう。あの男は奥さんと寝て、そしてあの女と寝る。するとどっちが本当でどっちが嘘だ？どっちのお前が私の狙っているやつだ？お前は出し抜きに気が変になったのか？それとももともと気違いか化け物なのか？汚らしいよこの私が人のことを汚らしいだって？そう、やっぱり汚らしいよ。そうだ、私は汚らしい。心も体も陰痿だわ。私のところに来る男たちも犬のように吠えたり舐めたり這いずったり、スケベの変態の汚らしい動物だ。だけどあの男に比べれば汚くない。汚いという中身が違う。あの女のところに寄る時のあの男だけならば世間の男と同じだ。しかしその男が家に帰ってまた奥さんと寝た時のことを、あれとこれとを一緒に考え合わせていると、胃をつかみ出して塩水で洗っても吐き気が取れないくらいに汚らしい。ブッブッブッ。びっくりしたのが、そのお前がその翌日から多少は変わるかと思っていたのが、一旦そのアパートを離れると相変わらずの山田教授で、誠実な顔をして良き夫良き父として以前と寸分たがわぬ姿でいることだ。これは何だ？わからない。わからないままに私はますますお前の後をつけ回した。家から教室へ、教室から講堂へ、講堂からアパートへ、アパートから家へ。ぐるぐると目が回り出したのは私の方だ。ねえ、頼むからそんな薄情なことは言わないでくれ。この次は5000円ぐらい持ってくるから、なんだったらもっとたくさん持ってこられるね。だから僕は君が本当に好きなんだ。僕はこの胸を割ってみせたい。疑うならば絞め殺してくれてもよい。愛している。蹴られたっていい、踏んづけられたって構わない。いいや、踏んづけてくれ。本当に踏んづけてくれ。ねえねえねえ君、しらりしらりと冷たく笑いながら白い目で睨んでいる女の足元で、お前はこうやってこうしてこんな風に汚れた女の足の先からくるぶし、ふくらはぎ、膝、太ももと唇が上っていって、くすぐったいよバカバカ、くすぐったいったらさ、バカだね。
喜びに湿ってくる粘膜の薄桃色の裂け目と裂け目。しかしどんなに低く見積もってもだな、我々の主体性が現在30代のインテリゲンチャの間で扱われているように、経済的な株構造の分析などから切り離されて実存的なものとして追求されている限り、実は堂々巡りで下手をすると反動の役割を果たすことになる。それくらいはお互いに知っていなければならんね。講演会からの帰りに崇拝者の学生に美しいバスの声で説いているお前の調子は、真剣で忠実で疑いを挟む余地がない。主体性、株構造、反動、何なのそれは。いいえ、私はそれらの意味を知っている。そして私にはそれらの意味がまるでわからぬ。私はもうまたで考えるんだ。こんな風にただれた筒で考えるんだ。こんな風に。あの女がそうであるように。だから私にはすっかり分かって何にも分からない。お前も股を広げたのだ。あそこでは股を広げてよだれを垂らして泣いたのだ。あそこでは。なのにお前は別に頭を持っている。オッケー。こんな風に家に帰るとあの奥さんに清潔な微笑をしてみせ、リプトンの茶碗を持つ時には小指だけ他の指から離して反らして持ち、二人の子供を食後の縁側にかけさせて頭を撫でながら、学級内でのデモクラシーの本質について優しい言葉で順々と説いている。奥さんはにこやかに解き進む夫のお前の言葉を恍惚と天情的な表情で聞く。わいせつだ。わいせつだよ。これこそわいせつだ。あれとこれとまたそれと、なんと自然にスラスラと使い分けていくだろう。二重生活と言いたいところだが、私の知らないところでは30、40になっているかもわからない。果てしなく私のめまいはさらに激しくなる。私は立っていられない。何でもよいから早くやってしまえ。早くやってしまえ。本当に私の頭が狂ったかと思ったのはそれから間もなくだった。その晩は女が気が向かないか、金が少ないか、もしかすると本当にメンスだったか。お前が犬のように愛願しても体を開こうとはしないので、お前はついにメソメソ泣き出して、果ては横面を突きこくられている時に、ゴロつきのような闇屋の男が入ってきた。お前はたちまちペコペコとお辞儀をして、脱いであったズボンを拾って着ると、こそこそと部屋を出て帰った。その次の夜だ。お前はいつもの通りに確信ある者の落ち着きと峻烈さで平和と文化について理路整然といろいろな論拠を並べて説いている。私には議論が正しかろうと間違っていようとどっちでもよかった。私はお前の紺のダブルに包まれた淡麗な姿と良心と熱意のために心持ち蒸気した顔ばかり眺めていた。そのうちに前夜のアパートでメソメソ泣きながらズボンを拾っているお前の姿を思い出した。すると急にムカッときた。我慢ができず口を押さえて会場を取り出してしばらく小走りに行ってから、とうとうゲラゲラと笑い出した。少しもおかしくないのに笑いが止まらない。大通りをとめどなく高笑いしながら走る女を人は気違いだと見ただろう。
すると私はお前をこのままに見逃しておけるのか。いいや、ダメだ。今となってはもう哲夫さんと兄とが私が吉野を許してはくれない。兄と哲夫さんの二人は毎夜のように私の枕元に現れて私を眠らさない。よし、虫けらは臭い匂いを出しすぎる。何でもいいから良い加減にひねりつぶせ。それで待った。もはや何も考えないで私は待った。その時はすぐに来た。お前は女のところへ行った。いよいよ今夜だ。今夜の帰り道で決着をつける。私はもう一度探検の鞘を払って澄み切った歯の鏡で自分の顔に最後に別れを告げてからアパートの天井裏へ。いよいよ今夜が最後だと思うと、そこにしゃがんでいながらどういうわけか私は物悲しいような気持ちでいた。この前のことがあったためか、お前は他の男がまた来はしないかと最初のうちはビクビクと女の機嫌を伺っていたが、その晩はどうしたのか女の方がしょんぼりして塞いでいる。やがてボロボロ泣き出して血が出たという。血？お前は何のことだか分からなかった。私にも分からなかった。それがやっと血だと分かってもおかしい気持ちはちっとも起きないで、この女の白痴のような子供らしさに胸のどこかをキリリと疲れたような気がした。お前もちっとも笑わないで心配そうな、むしろ急に元気になった顔をして、どれ、僕が見てあげる。手当てはしているの？薬は買ってきたけれど気持ちが悪いからそのままにしてあんの。そしてお前はいそいそと薬と綿を取って手当てをし始めた。女を仰向けに寝かせ広げた足の間を覗いているお前の顔がなんと熱心で生真面目だろう。それは世界平和についてを説き立てていた時の熱心さと同じで、そしてあの時よりももっと真剣だった。素人陰梅の尻の穴を覗いている山田教授よ。はざけり笑おうと私はしたが、頬がベソをかいたようになる。なんだか知らぬがこの男は、なんだか知らぬがこの女に惚れている。おかしな、へんてこな、汚らしい風にだけど確かにこの女に惚れている。するとどうしてそれがおかしな、へんてこな、汚らしいことだろう。お前は痔の手当てを済ませると、手当てをしている時からすでにつり上がっていた目つきで、もうオスになったこんな手つきで別のところをまさぐり出している。不寛の女が今夜は自分から腰を持ち上げてとろけかけた薄目を開いている。私は初めて知った。男でも女でも、男が男であるものと女が女であるものと排泄物を出すところとがすぐ脇に隣り合っている。今までだってそのことを知らぬわけではなかったのに、初めて私はそれをその時に知った。それには何かがある。汚いとか綺麗とかとだけではない。そのことの中には何か大事なことがある。なんだかわからないが何かがある。これが人間じゃないかしら。ひょっと思った。人間は皆
こうじゃないかしら。それぞれ自分だけの暗い穴の中で人は皆おかしなことをしているのだ。すると明るい外で人の目を兼ねてしていることだってやっぱりあれでおかしなことではないのか。両方ともが両方をひっくるめて人間というものがそんなものじゃないのかしら。お前の人格や暮らしのことを二重三重四重と私は思ったけれど、そのどちらもが本当でそういう人間がお前なんだ。ここでこうしているお前も他でああしているお前も、そのどちらもがお前にとって本当だったのだ。転校前のお前も転校後のお前も、それから転々校した今のお前も、どれもこれもお前にとって本当だったのだろう。そういう人間でお前はあったのだ。弱い、脆い、そして何かの手で気まぐれに作られた人間が生きていくことに耐えていくためには、誰しも実は大概そうではないのかしら。お前はただの人間だ。たくさんの他の人間と同じようにただの人間だ。それを特別な人間みたいに思っていた。そのために私は腹を立てて憎んだ。こんなにそうだっけ。いいえ、それでも私はお前を許しはしない。許しはしないが、憎むことはもうできない。憎んではいるけれど前のようには憎めない。殺してもよい。しかし殺してもつまらない。何かがポキンと折れた。つっかい棒がなくなった。自分がふらふらと宙に浮いているような気がする。別に悲しいのでも苦しいのでもない。ただポカーンとして死んでもいいなと思ってる。だけどなんだかそれもめんどくさい。そうなんですの。ご覧の通りきれいに裸になってお目にかけましたよ。いいえ、そんな深刻そうな目でご覧くださる必要はありません。私の気持ちは本当にそんなに深刻なものでも悲しいものでもありません。ここまで洗いざらい申し上げた末に嘘を言ったり誇張しても仕方がない。私は明るく自由で自分自身からさえも解き放たれています。私を脅かしたり怖がらせたり追い詰めたりするものはこの世の中にはないのです。私の夜ごとの夢に現れていた兄さんも哲夫さんももうさっぱりと出てこなくなりました。私は自由です。なぜならば私はやっと人間を見つけたのですから。人間を否定しようと気張ってきた私が妙なことから人間を肯定するようになったらしいんですの。そうなんですの。ところが否定していた間はとにもかくにも生きてこられた私が肯定したら
その時からせっせと生きてはいけなくなった。人間は何かとんでもないものに支えられて生きているものじゃないでしょうか。いいえ、人様のことは知りません。この私という人間は初めから何か間違っていて、人様とはあべこべなのかもしれません。こういう人間もいるのだとでも思ってくださいまし。こうなればこんなところで踊っていてもつまりません。長々と皆様のお世話になって少しは名残も惜しいのですけど、この辺が潮時でございましょう。眉毛をもう少し長く引き、唇をもっと濃く塗って、チューインガムをくしゃくしゃ噛みながら鼻歌歌い、気楽にただの普通の P さんで世間の波に沈みます。いろんな男たちを相手にしてきた体です。いずれ行く先は知れています。これからはたくさんの女の一人としてあなた方に選んでいただくだけですよ。値段もただの普通の相場です。あなたがこれから相手になさる女の中に、耳の後ろのここだけにはどうしてもキスさせない人がいたら、それが私かもしれません。ここはあの人がたった一度だけキスをしてくれたところなの。他の場所ならどんなことでもおさせしてよ。ここだけは死ぬまで誰にも触らせません。そんな次第でお前さんは安心するがいい。だけどあんまり安心しすぎていい気になるのはよしなさい。なぜならば殺せないから殺さないのじゃない。いつでも殺せるから殺さないのだ。人から物から世の中から裏切られた末に、自分で自分を破き捨てて闇の中で歯を向いている者はうようよいる。山田教授は一人ではない。似たような人間はいくらでもいる。あちらにもこちらにも、そこにも、そらそこにもいる。あなた方の中に座っている。そこにいる。そこにいる。そこにいる。いいや、あなた方はみんなそうかもしれない。いい気になるのはよした方がいい。お前さん方の背中にはいつでもこれが突きつけられている。人間は薄い袋に入れた山椒ばかりの血液に過ぎない。これでちょいとつっつけばたらたらと何の苦もなく流れ出してドブ水になる。気をつけなさいよ。といったようなお話ですの。本当だと思ってくださっても嘘だと思ってくださってもどうぞご自由に。それよりちっと面白ございまして、私の話はこれでおしまいでございます。ありがとう存じました。ありがとう存じました。ありがとうございました。